はい、皆さんこんにちは。今回の動画のテーマは、今日からすぐ使える高値掴み、安値掴みを防ぐためのチェックリストとインジケーター。相場が大きく動いてトレンドが発生しているのを見ると、どうしても追っかけでエントリーをしてしまう。ただ自分がエントリーをした後に相場は逆行して損切りになり、その後に再び伸びていく。こうした高値掴みが癖になってしまっていて、なかなか抜け出せないという方は少なくないと思います。実はこうした高値掴みというのはテクニカルとマインドの2つの面でほんの少しの点を意識するだけで防げるようになるのですが、それを知らないで損をしている方も多いです。そこで今回は高値掴み、安値掴みを防ぐための具体的な対策6つについて、マインド面とテクニカル面の2つの面からお伝えしていきます。そしてこういった対策というのは皆さんが日々のトレードを行う際に実行できなければ意味がありませんよね。ということで今回は皆さんが今後高値掴みをしないように日々対策を実行していくことができるようになるインジケーターを公開しましたので、その使い方を紹介します。チェック項目とインジケーターの2つを合わせることで高値掴みを克服できるようになってください。それでは早速本題に入っていきましょう。まずはマインド面のチェック項目見ていきたいと思いますが、高値掴みが起きてしまう原因の9割がこれだと思うんですが、それが FOMO というものです。これは Fear of Missing Out の略で、置いていかれることの恐怖とか、チャンスを逃すことの恐怖ということを意味します。ではどんな時にこの FOMO という状態が発生しやすいのかというと、相場が大きく伸びた後、例えばこのような場面です。かつそれに加えて、その前に上がるんじゃないかなっていう見立てを持っていて、実際にその通りに大きく上昇したんですけれども、自分はそれに乗れていない場合です。SNS を見ると、ロングしました。含み益絶賛拡大中みたいな投稿が目に入り、ポジションを持っていない自分が負け組のように思えてくる。これが FOMO をかき立てます。で、特に気をつけないといけないのが、トレンドの3波目に乗れなかった時です。で、トレンドの3波目というのはどういう動きのことを言うのかというと、例えばこういうような値動きがあった時に、このチャートの左側の部分ですね、ここから反発して、一旦下げて、直近の反発の起点となったここの安値から安値を切り上げる形で前回の高値を抜いていく、ここの動きのことを3波と言います。ここの部分もそうですね。ここで一旦反発して、直近の反発の起点の安値のところから安値を切り上げて直近の高値を抜いていくここの部分の動き、これをトレンドの3波目というふうに言います。で、この3波目というのはトレンドの中で一番伸びるというふうに言われているんですが、この大きく伸びている3波目に乗れていなくて、ああ言ってしまったというふうに指を加えて見ている時ですね、少し押しを形成する動きを見て、よし押し目買いだと言ってロングをするんですけども、3波のように大きく動いた後というのは利益確定も入ってくるので、このあたりレンジを形成したりですとか、結構深めに押してきたりと次に動き出すまでに時間がかかります。一つ実際のチャートの例を見ていきたいと思います。例えばこちらはポンド円の4時間足、2024年3月のデータを表示しています。ここの部分で一旦反発して、少し下げた後に、ここの直近の高値ですね、このスイングハイを超えていく大きな動きが発生しています。こういった3波目の動きっていうのが発生しているわけなんですけども、このような大きな動きが発生した時に、その流れに乗れていないということになると、焦ってしまって、このように少し下がってきたところで追っかけてロングというふうにやったりするんですけども、そうすると今度は利益確定が入って下がっていく動きに飲み込まれてしまったり、こういったところから反発してきたのを見てロングというふうにやったりすると、今度はレンジに巻き込まれてしまって、レンジの中を上下に揺さぶる動きで場合によっては損切りになってしまったり、で、その後再び反発してですね、ここに控えているこのネックラインをブレイクする動きっていうのが出るんですけども、この浅い部分での追っかけエントリーで損切りになっていたり、このレンジの中でロングをしていて損切りになっていたりすると、ここの部分でもう意気消沈してしまってですね、その後再び反発していく動きには乗れていなかったりというようなことが起きがちです。こういうのは典型的な高値掴みだと思います。大きく上昇しているのを見て追っかけでロングをするんですけども、損切りになった後に元のトレンドの方向に伸びていくというパターンですね。またこの時というのは手前も上昇トレンドだったということもあって、こういった大きく動いた場面というのはより一層フォモが働きやすい場面だと思います。ですので対策としてはこのような大きく上昇する動きですね。トレンドの3波目と言われる動きが出た時に、今まさに自分がエントリーしようとしているそのトレードというのは自分のルール通りになっているのか。例えば先ほどのチャートの例だと、このように少し下げてきたと言ってロングを狙うというのはルールに沿ったトレードになっているのかどうか。大きな動きを見たことによって単なるフォモエントリーになっていないかどうかを自分に問いかけるということが重要です。特にトレンドの3波目と思われる動きを確認したときは、慎重に慎重を重ねて押し目を見極めるぐらいでちょうどいいと思います。
はい。では続いてテクニカル面でのチェック項目を見ていきましょう。まず一つ目のチェックポイントは基本中の基本ですが、上位足のレジスタンスを確認するというものです。これについては実際に例を見るのが早いと思いますので、チャートを見ていきたいと思います。こちらはユーロドルの4時間足、2021年5月のデータを表示しています。このチャートの左端ですね、2021年の4月ぐらいから上昇トレンドが発生しています。ここで一旦調整のような動きが出ていますけれども、その後また高値を更新して、押し目を作ってまた高値更新、押し目を作ってまた高値更新となっていますが、その後反落して下方向に折り返し始めています。このポイントに何かあるのかを上位足で見てみると、ここに目印として青のボックスで印をつけておきたいと思います。今、月足の方に切り替えたんですが、月足で見ると、この下降トレンドライン、この赤のラインですね、これが走っていることがわかると思います。先ほど印をつけた部分がここです。ですので、今開いているチャートで、たとえトレンドが発生していたとしても、こういった上位足のレジスタンス要素ですね、トレンドラインであるとか、チャンネルとか水平線、こういった上位足のレジスタンス要素に近づいてくると、こういったトレンド方向のポジションの利益確定が入り始めたり、上位足の方向に沿った新規のポジションというのが入りやすくなるため、こういった上位足のレジスタンス要素のところで価格が反発反落しやすい形になりますので、そのようなところというのは高値掴みに警戒しないといけないエリアということになります。特にですね、日足は皆さん一生懸命チェックされると思うんですけども、長期足である週足とか月足ですね、確認しなかったりですとか、チェックするのを忘れてしまったっていうことになりがちですので、特に初心者の方や高値掴み、安値掴みが癖になっているという方はですね、必ず上位足、特に週足に関しては最低週1回、月足に関しては最低月1回チェックするようにするといいと思います。では2つ目のチェック項目を見ていきましょう。2つ目は上位足でレンジになっているかどうかを確認するです。これも見落としがちなんですが、非常によくある特徴です。4時間足や1時間足、または分足を見ていると一見してトレンドが発生しているように見えるんですけれども、視点を上げて長期の時間軸で見てみると、ただ一定の値幅を上下しているだけ、つまりレンジということは非常によくあります。特に為替はそれが顕著なので、FX を取引している方は要注意です。こちらは米ドルとカナダドルの通貨ペア、ドルカナダの2024年7月の4時間足のチャートを表示しています。こちらもですね、上昇トレンド、しかもあまり目立った押し目がない上昇トレンドを築いていますが、ここの上昇トレンドの部分にこのように印をつけて、ここをですね、週足で見ていきましょう。こちらが週足の様子なんですが、この赤いボックスで囲ったようにレンジだということがわかります。ここの高値と、ここの安値のレンジですね。はい。ですので、レンジの上限下限付近に近づいてくると、こういうところとか、こういうところっていうのが該当しますけれども、反落が起きやすくなってきます。で、もう一度4時間足に戻って、先ほどの動きの続きというのを見ていくとですね、はい。このような形で、先ほど週足で確認したこの赤のレンジの上限付近のところからこのように反落する動きが出て、この手前の上昇トレンドを前戻し数ぐらいまで下げていることがわかります。はい。ですので、上位足でレンジになっていて、その上限や下限の近くでポジションを持つということは、このような形で高値掴みになりやすいとして注意が必要ということになります。で、こういうことを防ぐためにはですね、まずは上位足をしっかり確認するっていうことが一つなんですけれども、それに加えて環境認識をする際には、日足とか4時間足を確認するときも、一旦ですね、チャートを引きで眺める癖をつけるといいです。結構こういう風にですね、ズームしたところから始める方もいるんですけれども、この4時間足のチャートに関しても、このような形で引きで眺めてみると、一旦スイングハイローは非表示にしたいと思いますが、このように4時間足も引きで眺めてみると、先ほど週足でつけたこの青の丸のところで折り返す動きが出てるということがわかるじゃないですか。で、そうすると、例えば週足を見るのを忘れていたとしても、もしかしたら上位足レンジになっているかもしれないということに気づくことができるわけです。で、その後に改めて週足を見直してみるといった具合です。チャートを見るときって対極の視点とこういう部分のミクロの視点って両方必要になりますので、環境認識を行う際に対極の流れを確認するというステップを挟むといいと思います。続いて3つ目のチェック項目を見ていきましょう。3つ目は波の進展具合を見るというものです。相場というのは波でできています。チャートを見てみるとトレンドが発生している時も一直線に動くのではなくて、このようにジグザグを描きながら動いていることがわかります。このジグザグの動きのことを波と言いますが、波というのは一定の値幅動くと一旦折り返すという習性があります。こういうところも上がっては下がって、上がっては下がってってなってますよね。なぜかというと、相場はある程度の値幅を達成すると、そのトレンドにおける初期中期の参加者の利益確定が入り始めたり、上位足の方向での新規のポジションが入り始めるからです。ですので、波の折り返し地点になりやすいところでポジションを持たないということも高値掴みをしないためには重要な要素になります。じゃあそういった波の折り返し地点近くでポジションを持たないようにするにはどうしたらいいかというと、ここまで説明してきた上位足のレジスタンス、上位足のレンジということはもちろんなんですが、それに加えてフィボナッチを使うというものです。
波というのは終着点になりやすいポイントというのが存在します。特にフィボナッチの 1.618、2.618、4.236、この3つの比率は必ず抑えるべきマストな比率です。こちらは先ほども紹介したドルカナダのチャートですが、この4時間足レベルの上昇トレンドの起点からフィボナッチを引いてみると、このようにフィボナッチの 2.618 の水準でこのような大きな上髭が出て、そこから下側に折り返していることがわかります。ですので、いくら上昇トレンドが出ているからといっても、近くにこういった波の折り返し地点になりやすいフィボナッチの水準がある中で、無理にポジションを持たないようにするというのができる対策の一つです。特に2つ目で紹介したように、上位足がレンジにある場合はなおさら注意が必要ということになります。このようにですね、今回紹介しているチェック項目、一つ一つはもちろん重要なのですが、それらの要素が重なるポイントは特に注意が必要です。フィボナッチの 2.618 の近くまで上昇してきていて、さらにすぐ上には月足の下降トレンドラインが控えているといったような場合ですね。はい。では続いて4つ目のチェック項目を見ていきましょう。4つ目は押し目買いの POI を決めるというものです。POI というのはポイントオブインタレストの略で、自分がポジションを持つべきかどうかを判断するゾーンのことを言います。このゾーンまで価格が到達したらそこで初めて押し目買いをするとか、戻り売りをするかの検討を行うゾーンということですね。むやみやたらなエントリーや高値掴みを防ぐためにも、まずはしっかりと POI を定めましょうということです。例えばこのドル円のチャート、2024年10月23日から24日にかけての5分足のチャートを表示してるんですが、この10月23日というのは1日でかなり大きな上昇を記録した日でした。値幅にして測ってみると、1日で2円近く上昇した日だったので、かなり大きな動きが発生した日でした。これも最初のチェック項目でお伝えしたフォモが発生しそうな動きであるわけですが、この次の日ですね、翌日24日の動きを見てみると、この青の縦線のところはちょうど24日が開始したポイントなんですが、ここに小さなダブルボトムができていることがわかります。こういうような形ですね。この5分足のダブルボトムを見て、この押し目形成が終わったと言って、こういうところからロングをすると、このようにさらに下落していくというように、このあたりからの追っかけのロングというのは結果的に高値掴みになるわけです。似たような場面で同じような経験をしたことがある方も多いかと思います。ただこの5分足のダブルボトムが発生した水準っていうのを上位足の視点で見てみると、ここにもう一度印をつけておいて、上位足の一つである4時間足を見てみると、先ほど確認した5分足のダブルボトムが発生した水準というのは、このようにフィボナッチで引いてみると、この直近の上昇の 38.2% の押し目にすら到達していないということがわかります。ですので、押し目を見るときは、最低でもこのフィボナッチの黄金比の水準と呼ばれる 38.2% から 61.8% の水準に到達するまでは何もしない。そしてそこに来てからどんなプライスアクションが出るかを待つ。つまり押し目を形成して下げ止まりの動きが出るかっていうのを見極めるということになります。特に5分足とか15分足の短期足をずっと表示して監視していると、こういった短期足の押し目形成や下げ止まりの動きに反応する短期足症候群になりがちになります。ここでできている5分足の小さなダブルボトムというのは、この直近の上昇幅2円近く上がった動きに対しては小さすぎるんですね。はい。ですので、しっかりと POI を定めて、そこに来るまでは何もしない。それぐらいでちょうどいいです。特に動画の前半でお伝えした通り、大きく伸びた3波の後は要注意です。今までトレンドを見つけたら、至るところでポジションを持とうとしていたという方は、これをやるだけで結果は劇的に変わると思います。チャートを見ているといろんなところがチャンスに見えてくるという人は、こういった POI を定めたら、そこにアラートをかけておいて、アラートが鳴ったらチャートをチェックするようにする。ぜひやってみてください。では最後のチェックポイントについてお話ししていきたいと思います。最後はチャートパターンです。ここまでお話ししてきたように、高値掴みをしないようにするためには、トレンドの終盤でポジションを取らないようにすればいいわけなのですが、トレンドがどこで終了するかなんて誰にもわからないわけです。ですが、トレンドの終盤で出やすいチャートの形というのも存在しますので、その形が出たら高値掴みになる可能性に注意を払うということができます。それがここで紹介するウェッジと呼ばれるものです。ウェッジというのはこの図にある通り、先細りになるチャートの形のことを言います。くさび型なんて言われたり、エリオット波動を見ている方はダイアゴナルなんて言葉を聞いたことがあるかもしれません。左の図にある上昇トレンドの終盤で出てくるウェッジについて説明をしていくと、ウェッジを形成している途中もですね、この高値と安値の切り上げが継続するという上昇トレンドの定義はキープし続けます。ただトレンドの初期や中期との違いは何かというと、高値更新の値幅というのが徐々に小さくなってきます。
で、それはなぜかというと、すでにトレンドもある程度進展していたり、上に大きな節目の価格が控えていたりすることで、利益確定が入り始めるからです。ただ全体として上昇トレンドは継続するので、下がればまだ押し目買いをしてくる人もいるわけです。ただ反発すると、今度はトレンドの初期ですね、こういったところとか、トレンドの中期、こういったところから参加している人たちにとっては、利益確定の機会にもなるので、また反落します。というように、全体としては買い手が優勢な状況は続いているんですけれども、買い手の利確も入り始めるので、高値更新の勢いというのは衰える。だからこのような先細りの形になるんですね。そしてこの最後の高値更新の起点となる安値。ここは押し安値というものに該当しますが、こういうところを割ってくると、いよいよトレンドの中期、初期からの参加者の本格的な利益確定も入り始めて、トレンドが転換する可能性というのが出てきます。ではこの点についても実際のチャートを見ていきたいと思います。一つ目の例で紹介したユーロドルの4時間足を再び見ていきましょう。このチャートにもウェッジが現れていますので、せっかくですので練習も兼ねて3秒間で見つけてみてください。はい、今ピンク色のラインで示したところですね。そしてこの斜めに走っている赤のラインが月足の下降トレンドラインでしたよね。月足という長期足の節目に向かうにつれて、だんだんと先細りの形になっていることがわかります。このスイングハイの高値更新幅もトレンドの初期に比べると小さくなっていることがわかると思います。例えばこのチャートの左側のトレンドの初期の方を見てみるとですね、ここのスイングハイからここのスイングハイまでの値幅というのはそれなりにあります。次、ここのスイングハイからここのスイングハイまでもかなりの値幅ありますよね。はい、一方でこのウェッジの中を見てみると、例えばこのスイングハイからこのスイングハイまでの高値の更新幅というのを見ると、一つ目や二つ目に比べてだいぶ小さいということがわかると思います。それからこのスイングハイとこのスイングハイの間も、やはりトレンドの前半に比べると小さいことがわかります。そしてここの部分に関しては高値の更新に失敗しています。最後ここのスイングハイからこのスイングハイまでの高値更新幅もだいぶ小さいです。ですので、月足という長期足の節目のラインが近づくにつれて、上がってきたところというのは利益確定が入りやすくなるため、トレンドの初期や中期に比べると高値更新の幅が狭まって、このような先細りの形状を形成するということになります。そしてその後ですね、ここのスイングローが当時の押し安値に該当するわけなんですけども、当時はここを下に割ってきた後に相場が転換をし始めましたので、このウェッジを形成し始めた頃というのは、こういうような転換の動きが発生する可能性というのを懸念して、高値掴みを警戒しないといけない局面だということになります。では最後に高値掴みを防ぐためのインジケーターの使い方を解説していきたいと思います。ここまでお伝えしてきたチェック項目、実際に皆さんが日々環境認識を行うときやエントリーをするときに運用できなければ意味がありませんよね。ノートに書いておいたけれど、そのノートを開いて確認するのを忘れてしまったとか、どこにメモしたか忘れてしまって、あれ古いノートだったっけなみたいな感じで探すのがめんどくさくなって結局いつものように高値を掴んだとか、ポストイットに書いて机の前に貼っておいたんだけれども、ポストイットがいつの間にか剥がれてどっかに行ってしまったとか、だったらこれらの項目をチェックリストとしてチャートに常に表示できるようにすればいいんじゃないかというのが今回のインジケーターです。はい、今実際に今回紹介したチェック項目を記入して、そのインジケーターを左下に表示している状態なんですけども、このようにしておけば絶対に忘れないですよね。このチェック項目は最大で10個設定することができます。今回の動画では僕からは6個紹介しましたけれども、それ以外に皆さんがよくやりがちなですね、ミスとかがあれば、ここに追加で記入していくことも可能です。また列の幅であるとか、フォントの色や背景色っていうのは自由に変更できますので、試しにですね、列の幅を狭めてみますと、ここの数値がですね、列の幅になっていますので、例えばこれを小さい値に設定すると、このような形でですね、できるだけ邪魔にならないように小さくすることもできます。これぐらいのサイズにしておくと、チャートの邪魔にもならないかなと思います。あとはこのチェックリストを表示する位置というのも変更することができて、ここですね、このチェックリストロケーションというところから6つ選ぶことができます。このように上段の右側に表示することもできますし、このようにチャートの真ん中ほどに表示するということもできます。このようなチェック項目っていうのもある程度継続していくと思考に定着しますので、こうしたチェックリストを使わなくても自然と対応できるようになります。ですが最初の頃や同じようなミスを何回も繰り返している間は、脳の回路がまだ確認すべきことに対応できてないんですよね。また投資もトレードも一人で行わないといけないですので、皆さんが何か間違ったことをやったとしても指摘してくれる人が誰もいません。ですのでこのように嫌でも目に入る位置に表示させておいて、自分の先生代わりとして使っていくといいと思います。このインジケーターは僕が開発したものですので、トレーディングビューのアカウントを持っている方であれば誰でも使えます。概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひ使ってみてください。
動画の冒頭でもお伝えしましたが、マインド面とテクニカル面でほんの少しのことを意識するだけで、高値掴みや安値掴みというのは簡単に直すことができます。またその実行をサポートするためにこうしたツールも公開していますので、高値掴みや安値掴みが癖になってしまっているという方はですね、ぜひこれらも活用して高値掴みを克服してください。動画の内容やツールが良かったと思った方は、高評価をいただけると次回以降の動画作成の参考になります。また概要欄には高値掴みを防ぐための関連動画も載せています。こちらの動画では高値掴みをしてしまう理由とその対策についてトレンドのフェーズごとの相場参加者の心理の観点から解説しています。合わせて視聴してみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。